どうも。今日はですね、数学の中でも特に強力な証明法の一つ、数学的機能法についてその核心に迫っていこうと思います。これ、有限の思考で無限の真理を証明するっていう、一見すると不可能なことを可能にする、すごいツールなんですよ。さて、まずは、中心となる謎からいきましょうか。僕たち人間は、一つ一つ全部の数を検証するなんて、もちろんできませんよね。じゃあ、一体どうやって無限に続くすべての自然数について、ある命題が絶対に正しいって確信を持って言えるんでしょうか？その答えこそがこの数学的機能法なんですね。このテクニックは有限のステップから無限の結論へと渡る、いわば絶対に崩れない論理の橋を架けてくれるんです。ただ話はそんなに単純じゃないんですよ。この話、ちょっとした探偵物語みたいなんですけど、その最初の手がかりが皮肉なことに多くの混乱を生んでいる機能法っていうこの名前そのものに隠されてるんです。で、その混乱のもとをちょっと見てみましょう。まず左側の科学的機能法。これは経験則です。例えば、今まで見てきた白鳥は全部白かったな。だから多分全ての白鳥は白いんだろうと推測するわけですね。これはあくまで確率的な話。でも右側の数学的機能法は全くの別物です。これは純粋な論理、つまり演劇なんですね。もしあるドミノが倒れるなら次のドミノも必ず倒れるっていうような、もう疑う余地のない確実な連鎖を証明する。それが数学的機能法なんです。じゃあなんでこんな紛らわしい名前がついたのか。これは1838年に数学者のオーガスタス・ド・モルガンが広めて定着したんですね。数学的な法則を見つけるときって確かにいくつかの例を試してみて、こういうパターンかなって推測する、機能的な思考が役立つんです。でもその推測をいざ証明するっていうプロセス自体は完全に演繹的なんですね。にもかかわらず、その発見のプロセスにちなんだ名前が今も残っちゃっているというわけです。さて、名前の問題はこれくらいにして、いよいよ本題に入りましょう。この論理のドミノ倒しがどうやって無限に続く連鎖を保証するのか、その見事な仕組みを解き明かしていきましょう。このプロセス、実は驚くほどシンプルで、たったの2つのステップで完結します。まずステップ1、基礎付け。ここで最初のドミノが倒れることを証明します。そしてステップ2、機能のステップ。ここでは、もしあるドミノが倒れると仮定するなら、その次のドミノも必ず倒れるという連鎖のルールそのものを証明するんです。この2つさえ示せれば、もうすべてのドミノが倒れることが保証されるんですね。この論理っていろんなイメージで理解できますよね。倒れていくドミノとか、一段ずつ登れる箱、あるいは次々に配られていくキャンディーとか。どの例えを思い浮かべてもその核心は同じ。一度始まれば誰にも止められない、自動的で、そして無限に続く進行が保証されるということなんです。でもこれだけ強力な論理ツールも、使い方を一つ間違えるととんでもない結論を導き出す凶器になりうるんです。これから全ての馬は同じ色であるっていう、もう完全に馬鹿げた命題を一見すると完璧に証明してみせますから、よく見ていてください。さあそれでは、どんな馬の集団を取ってきても、その中の馬は全部同じ色じゃなきゃおかしいと主張する、この論理の完全犯罪のトリックを一緒に暴いていきましょう。一見すると、このロジックに穴はないように見えませんか？まず、馬が一頭だけなら、当然その集団は同じ色ですよね。これは正しい。次に、任意の K 頭の集団は同じ色だと仮定します。そうすると、K プラス1頭の集団から、部分的に K 頭のグループを2通り作れますよね。それぞれは仮定によって同じ色のはずです。そしてその2つのグループに共通している馬を介して全体が同じ色になるはずだと。どうです？完璧に見えますよね。さて、ここが探偵の腕の見せ所です。この一見完璧に見える論理は一体どこでどの瞬間に破綻したんでしょうか？答えはですね、この論理の連鎖が崩壊するたった一つのでも致命的な瞬間にあります。それは K イコール1、つまり
1頭の集団から2頭の集団へと移行する、まさにそのステップなんです。さあ、ここで語尾の正体が見えてきますよ。左側のように馬が3頭以上の場合、2つの部分グループに必ず重なり、つまり共通の馬がいます。この馬が媒介となって色が伝播していくわけですね。でも右側、つまり馬が2頭、計イコール1の場合を考えてみてください。最初のグループは馬1だけ、次のグループは馬2だけ。この2つのグループには共通の要素が全くありません。色の情報を伝える媒介役の馬がいない。まさにここで論理の連鎖はぷつりと断ち切られていたんです。この馬のパラドックスを解決したことで、話は単なる間違い探しでは終わりません。実は、数学的機能法はなぜ機能するのかという問いを通じて、僕たちを自然数そのものが持つもっと根源的な性質へと導いてくれるんです。その根源にあるのが、この整列集合の原理です。これは自然数の空っぽじゃない集まりには必ず一番小さい数が存在するという、一見すると当たり前に聞こえるルールです。でもちょっと考えてみてください。例えば0より大きい有理数の集まりには最小の数って存在しませんよね。2分の1、3分の1、1000分の1といくらでも0に近い数が作れちゃうからです。この最小値が必ず存在するという性質こそが自然数を特別なものにしているんです。そしてここがこの物語のクライマックスです。実は先ほどの整列集合の原理と数学的機能法は論理的に全く同じことなんです。つまり一方が真実であればもう一方も必ず真実になる。まさにコインの表と裏のような関係なんですね。これは機能法が単なる便利なテクニックというレベルの話ではなくって、ペアーノの公理系における自然数の定義そのものに根差しているということを意味してるんです。この原理を使えば、数学的機能法そのものがなぜ正しいのかということを配理法で見事に証明できます。ちょっと思考実験をしてみましょう。まず仮に機能法がどこかで失敗すると仮定します。つまり判例となる数の集まりが存在すると考えるわけです。整列集合の原理によれば、その判例の集まりには必ず最初の判例 M が存在するはずですよね。でも M が最小の失敗例だということは、その一つ手前の M-1 では成功していたはずです。そして機能法のステップが正しければ M-1 で成功すれば M でも成功するはず。これは M が失敗例であるという最初の仮定と矛盾しますよね。この矛盾こそが最初の仮定が間違いだったこと、つまり判例は一つも存在し得ないということを証明するんです。これってコンピューター科学で再帰的なアルゴリズムの正しさを保証するときなんかにも使われる極めて強力な論理なんですよ。結局のところ、数学的機能法は単なる数式やテクニックじゃないんです。それはここに書いてあるように、まさに有限なる人間が無限に触れることのできる少ない特権的な場所。僕たち有限の精神が無限に広がる真理の構造を絶対的な確実性をもってつかむことを可能にしてくれる深遠で美しい論理の架け橋なんですね。さて、あなたならこの橋を使って次に何を証明しますか？